千と千尋の神隠しってですね、実はホラーなんですよ。今日はですね、今日と来週2回にわたって、千と千尋の神隠しをですね、解説します。テーマはですね、一応千と千尋を読み解く14の謎っていう風にしてみました。1番から14番までこう並んでるんですけどもですね、これまだ増えるかもわかりません。一番最初、じゃあ始めていきましょう。14番まであるんですけどもですね、本当にね、どれぐらいできるかわかんないんですよ。千と千尋を読み解く14の謎ですね。最初はですね、不思議な世界の謎です。DVD をですね、基本的にはですね、ジブリの公式のブルーレイをですね、参考でやってます。再生したら一番最初0分0秒ですね、トトロのタイトルが出ます。で、これがですね、10秒間映って、で、その後真っ黒のですね、黒みになるんですね。で、黒みになったらですね、3秒間の黒みの後ですね、花とカードが映ります。千尋元気でね、また会おうね、リサって書いてるですね、花とカードですね。で、これを見ているですね、嫌そうな顔をして、嫌そうでもないんですけど、やる気のない少女とですね、だらしない姿勢で見てると。これでですね、この女の子が主人公の千尋だっていうのがわかるわけですね。場所はですね、現代の日本ですね。10歳の少女、荻野千尋と千尋の両親は新しい町に車で引っ越してくるというのが冒頭ですね。でこの場所はどこかということなんですけどもですね、これ映るわけですね。ですね、国道21号線でですね、中岡ですね。ですね、中岡というのはですね、実在してるかどうかはわかんないんですけども、これ実はですね、甲府なんじゃないかっていうふうに言われています。国道20号線を左に曲がるとですね、甲府方面に行くのでですね。で、これはですね、この研究はですね、ブログ、すだれさんの部屋からですね、かなり綿密な調査がされています。例えばこの、最初に出てるこの場所にしてもですね、この位置ですね、国道ですね、20号線近くのですね、これ20号線なんですけど、この表札あたりじゃないか。で、こっちの方にはですね、グリーンヒルっていうですね、これも似てるですね、ハウスがあるのですね、この辺ではないかという。ただですね、この作品あたりからですね、ジブリはですね、どこがモデルですかとかですね、いわゆる聖地巡礼みたいなものがもうね、始まってきたんですよね。なので、わざと特定できないようにですね、いろいろしてるんですけども、すだれさんはですね、その中でもですね、頑張ってかなりの場所を特定してくれています。例えば、これ上からですね、サイクルファームっていうのがですね、車の、左側がアニメの画面ですね。車のピラー越しにサイクルファームっていうのが見えたらですね、同じような場所があるとかですね。あととんかつ美濃屋っていうのがまたアニメに出てきたらですね、同じ、もう本当に全く同じ場所を見つけてきてですね。で、こちらの方にですね、クリーニング店があったら全く同じクリーニング店というふうにですね、かなり特定されてきてですね、おそらく八王子周辺のいろいろな場所の風景を、再構成して作り上げてるんですけども、かなりですね、もう本当に現実の風景をそのまま映すようにしてます。で、これが、後に宮崎駿がこういうのが嫌になったっていうふうにですね、ポニョで言ったことですね。勝手ですよね。この時は本当に現実の風景を丸々映すように言っといて、後にポニョの頃になってきたらですね、ああいうのはもう嫌だとか、あんなことをやっても意味がない、ダメだっていうふうに言うのでですね、美術スタッフは本当に振り回されたそうなんですね。千尋のお父さんの運転するアウディはですね、このいうですね、場所を通りながら戻りますね。この土地の木っていうですね、新しいニュータウンなんでしょうね。そこへのですね、分岐点をですね、右に曲がっていきます。で、タイトルになります。こんな感じですね。千と千尋の神隠しですね。これのずっと上にこれがあるわけなんですけども、この、右の坂を登って、この坂を登ってる最中がこのお父さんのアウディですね。本当はこっちのですね、ニュータウンの方に行きたかったわけです。ここまでですね、1分40秒ですね。割とですね、いろんな絵を見せながら1分40秒でここまで来てるから、実は千と千尋ってですね、めちゃくちゃテンポのいい作品なんですよ。テンポがいい割にですね、なかなか事件が最初40分間起こらないんですけどもですね、1分53秒ですね。途中ですね、お父さんの車は杉の老木と倒れた鳥居を抜けて山道に入るんですね。この上からですね、カメラがずっと下にパンで降りていってですね、もうこの上を見たときにこの杉の木がですね、途中で幹が折れてるのがわかります。で、上の方は枝が折れてると。で、かろうじて葉っぱだけが生えてる状態です。で、カメラがずっと下に行くとですね、舗装した道路が途中で切れて、もう普通の山道になっているんですね。
で、傾いた鳥居がここに立てかけられている。絵コンテにもですね、この鳥居はですね、倒れた鳥居っていうふうに、壊れた鳥居っていうふうに書いてあるのでですね、多分昔はこの向こうに行く方向にかけてあったんですね、鳥居自体が。それをもう外してしまって、この横に立てかけてるわけですけども、なかなかですね、罰当たりのことをしています。多分、昔はですね、このアスファルトの道がなくなるこの山道になるところからですね、神域、いわゆるその神様の領域だったんですね。で、そのシンボルでおそらくあったですね、この杉の巨木ですね、めちゃくちゃ樹齢大そうなやつなんですけど、これも今や、枯れかけてですね、朽ちつつあるところです。で、何も知らない3人の乗ったアウディは、この神聖な土地にですね、四輪駆動モードで入っていきます。この道のところでは、こっちで合ってるのかなと、お父さんがですね、エンジン一回ですね、ニュートラルにしてですね、周りを見ます。すると、千尋がですね、この不思議なものに気がつきます。これさっき話した杉の木ですね。立てかけられている鳥居の根元の方にですね、石で作った小さい家がいっぱいあります。この小さな家は神様の家ですね。石の祠が見てもわかるかな、捨てられてるんですね。いっぱい捨てられてるんですよ。で、この乱雑な置き方にちょっと注目してほしいんですけども、ちょっとアップにした写真があります。アップにするとですね、この石の祠がですね、明らかに捨てられて集められているのがわかるんですね。で、おそらくこの参道に沿ってですね、昔はずっと並べられてたんですね。で、ずっと並べられて祀られてたものがですね、それを取り払ってしまって、杉の根元にですね、鳥居と一緒に集めてると。おそらく工事した大工さんの誰かがですね、鳥居と一緒にですね、こんなことしたら本当はたたりがありそうなんだけども、せめてたたりがないようにというふうにですね、かつての神木だった杉の根元にですね、鳥居と一緒にまとめておいた。よーく見るとですね、この通り過ぎるですね、この石の祠ですね、屋根とかが外れてしまっているのもあるんですけども、中に小さい食器が入っているのが見えます。おそらくこれがお酒とかをですね、お供えする器だったんですけども、一つだけですね、この赤い色があるのが、わかりますかね？赤い色があるのがあってですね。それがですね、なんかちょっと怖い感じがするんですね。この赤い色がですね、映画の画面ではですね、すごくわかるように、ちょっとドキッとするような赤になっています。ですね。で、実はですね、ここまで話してて、ちょっとお分かりのようにですね、この映画、千と千尋の神隠しってですね、実はホラーなんですよ。基本ホラーで後半のファンタジー要素がすごい楽しく作ってるし、あとそのホラーな現場に入っていって、その中で千尋が千という名前になってですね、働くのでですね、よくわからないんですけれどもですね、全体的にホラー映画として最初のですね、30分ぐらいは割と作られてるんですね。で、湯婆婆に出会うまでの本当に30分ホラー映画で、このあたりの描写ですね、つまり本当は神聖な領域で鳥居とかが取り外されてしまって神様の家が捨てられて、その中に何も考えずに四輪駆動の車でガタガタガタっと入っていくっていうのは何か、このあたりの描写っていうのはハリウッド映画のですね、インディアンの呪われた土地に何も知らずにですね、一家が引っ越していくっていうのと、なんかね、すごい似てるノリで撮られてるんですよね。で、千尋はですね、学校転校してですね、編入前なんですよ。で、編入の前という宙ぶらりんの状態だから、家のない神様と同じですね。石の祠が取り壊されてしまって、神様が家がなくなっているという状態で、宙ぶらりんの状態だから、この神域の不思議な世界に入ってこれるんですね。で、こういうホラーっていうのはもう定番があってですね、何か同じような縁がないと入れないんですよね。家がない。3人ともにですね、宙ぶらりんの状態なんですよ。実はこの両親もですね、引っ越しの途中なんですけども、来週ちょっと解説しますけども、実はこの家庭ですね、家庭の危機という状態、家族の危機という状態にあるんですね。だから3人ともですね、なんとなくバラバラの状態になっているのでですね、スッとこの世界に入れるようになっています。この両親のですね、家庭の危機というのはすごくわかりにくいので、ちょっと来週丁寧に説明しますけども、3人ともですね、宙ぶらりんの状態なので、神様の土地にですね、間違えて入ってしまった。山道を走っていくとですね、途中で、これわかりますか？下の方がですね、いきなり石畳になるんですね。で、石畳になってですね、ガタ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 という風にですね、車がガタ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 揺れます。これね、山道なんですよ。で、山道で途中で石畳になるっていうことは、かつて石畳を昔の人が引かなきゃいけないぐらい大事な道っていうことなんですね。山の中でですね、石畳の道っていうのは本当に
大昔のですね、江戸時代とかそれより前の時代にこんなことやってたっていうことは、よっぽど神聖な道だったっていうことですね。もう本当に、なんだろうな、城を建てる時でもなかなか石畳なんて引かないもんですから。で、そういう神聖な土地に入ったサインなんですけれども、お父さんは気づかずにですね、猛スピードで走ってしまうんですね。で、絵コンテにはですね、お母さんは婚約時代からこういうのに慣れてるっていうふうに書いてあります。なので、お母さんはすごい平気な顔をしてお父さんの乱暴な運転なんですけれども、千尋はですね、そういうお父さんを見るのが、初めてだったので、すごいびっくりしてますね。で、突然ですね、目の前に、トンネルが現れると。で、その前にですね、石人っていうのがあります。これですね、石で掘った、人間のような人形のような形があります。石人というのはですね、九州北部の古墳跡にですね、出土するですね、石像です。この聖域自体が実はかなり古いものであるっていうことがわかりますね。で、それでですね、なんだと思ってこの赤いトンネルの上を見るとですね、読めない字が書いてるんですね。何か屋根があって、ここに看板が出てるんだけど読めないと。実は湯や油屋って書いてるんですけどもですね、コンテの指示で読めないように書いてくださいというふうに書いてあるのでですね、読めないように書いています。つまり、こっから先にあるのはですね、バブル崩壊前にですね、作られた温泉を中心としたですね、テーマパークなんですね。でも、温泉は出ないんですよ。温泉は出ないからですね、実際のこの先の世界にあるですね、湯屋は、油屋はですね、石炭をですね、釜で炊いて、ボイラーでお湯を沸かしてるわけですね。つまり、偽のスパリゾートなわけです。温泉出ないのに温泉郷だと言ってると。この辺街に入った時に説明しますけども、この急停止するところがですね、3分ですね。スピーディーな展開です。で、3分23秒ですね。まだ、さっきのですね、トトロマークが出てきて、タイトルで出てから3分23秒なんですね。両親はですね、そのトンネルの中に入っていきます。で、お父さんの方はのんきに、なんだモルタル製か、結構新しい建物だよっていうふうに、正体を見破ったような感じになってるんですね。お父さんは実は建築業で働いていてですね、こういう建物に詳しいと。で、お父さん平気なんですけども、そのトンネルにですね、後ろから風がビューッと吹き寄せられていく。トンネルの中に風が入っていくんですよね。で、それが嫌な予感してですね、千尋はすごく嫌がります。中へ入るのすごく嫌がります。私行かない !4 分18秒のとこですね。で、私行かないと言ってる千尋。で、お父さんとお母さんだけが入っていくんですけども、千尋が石人を見るとですね、これすっごいわかりにくいんですけどね、ものすごくゆっくりとカメラが寄ってるんですよ。この端っこのあたりを見たらちょっとわかるかな。ほんのちょっとこっちに比べてこちら側の方がレンズが寄ってるんですね。だから、背景だけが外側へ流れていってるんですけども、なかなかわかりにくいんですね。で、すっごいゆっくりのトラック、アップしてカメラが寄っていくことでですね、千尋がこの石人に心を奪われて嫌な予感がしてるというですね、すっごい丁寧なシーンです。もう本当に、2秒ぐらいのちょっと長いカットなんですけども、何をやってるのかよくわからない。で、この石人ですね、夜になるとカエルに変化して口から水を吐くという設定だったそうですけどもですね、後にそこまでやらなくても構わないということで設定取り消しになってしまいました。しかし、別の石人がですね、後で夜になるとですね、口から水を吐くシーンになるのですね。最終的に入っていった世界に、いつの間にか川ができてて向こうに渡れなくなってるというのは、こいつがカエルになったからだというふうに考えてください。そうやって入っていくんですけど、嫌な予感がしながらも、入っていってしまうんですけども、これね、一番最初にですね、父親と母親がトンネルに入っていくシーンです。周りが赤くてモルタルでペンキで塗られています。で、これ最後です。もうほとんどラストシーンですね。この世界から帰っていくところなんですけども、同じトンネルでありながらですね、石人はすでにただの石の車止めになっていて、で、石が積み上げられてて、周りがもう木でいっぱいになっていると。つまり、映画の頭とお尻ではですね、違うトンネルなんですね。だから、もうこの段階で、実はいわゆる化かされているっていうのですかね。不思議の世界に入ってしまっているんですね。だから、トンネルを抜けたら不思議な世界ではなくて、実はもうトンネルのところから変な世界だったと。じゃあ、その変な世界になったのはどこなのかっていうと、おそらくは石のですね、祠というのを通り過ぎたあたりから神様の世界に入ってしまったということ。5分53秒ですね。このトンネルの先
に行ったらですね、まあ一応平原が広がっていて、ずーっと上り坂が続いていて、これが後にですね、海みたいになるんですけど、まあ、ただその平原みたいなところに誰もいない。6分50秒ですね。母親を、千尋がですね、不安でお母さん、嫌だよ、行きたくないよって言うんですけども、母親は早く来なさいって言うだけで、なぜか千尋とですね、一カットも目を合わせません。父親と母親は結構イチャイチャしてるんですよ。お母さんはフラッとしたら大丈夫かって言ってお父さんが支えて、お互い笑い合ってしてるんですけども、父親に対してはですね、早くしなさいと言うだけなんですね。この異常な、両親ともに、特に母親の方の冷たさにはですね、理由があるんですけども、これも来週の後編で解説します。ここら辺ね、かなりね、深くなりますんで、映画見てる人も、両親はなんかその子供みたいな人で、まだ仲が良くて、だからなんかね、こう、冷たいんだって言うんですけども、意味ないことを宮崎駿がするはずがないんですよね。来週の後編で解説してみます。5分53秒からですね、トンネルを抜けてですね、7分38秒ですね、不思議な光景が目の前に広がり。早いですよね。7分38秒ここまで行くから、ハリウッド映画で言ってもね、なかなかのペースなんですよね。上のですね、この気持ち悪い目の看板ですね。ちょっとなんだろうな、柘植義春の漫画っぽいですね。からですね、下の方へカメラが降りていって、で、お父さん、お母さん、千尋がですね、階段を登っていきます。で、無人の歓楽街が広がっているですね。つまり、神聖な場所ですね。ここね、もう幻想の世界か現実の世界かの中間なんですけども、こういうですね、テーマパークみたいなものをですね、神様が住んでいるところに作ってしまったわけですね。もともと神様の神聖な土地であったところにですね、バブル崩壊のちょっと前に金余りの日本がですね、こういう変な建物をいっぱい作ってしまったと。そこにお化けが住むことになったと。千尋のお父さんはですね、バブル時代の名残って言うんですけども、実はこういう巨大な不思議なテーマパークっていうのはですね、日本中に昔からあったんですね、明治時代から。で、例えば、東京の浅草にですね、富士山総覧場っていうのがあってですね、これ何かっていうと、これ当時のですね、パンフレットみたいなもんなんですけど、明治20年にですね、浅草ロックのにあったですね、富士山を現実にセットとして作っちゃったんですね。高さ32メートルだからかなり高い建物がですね、登れるんですね。頂上まで登れるというふうになって、写真もあります。写真でですね、ちょっともうね、荒い写真しか残ってないんですよ。手前に自転車乗った人とかですね、人間がいるんですけども、これがその、浅草富士って言われたやつですね。人間が本当にね、歩いてぐるぐる回って登れるようになってる。高さ32階だからね、かなり高い建物なんですよ。これがですね、取り壊されて、明治23年に取り壊されて、後にですね、凌雲閣という建物になりました。いわゆる、浅草12階というやつですね。ピサの斜塔の、垂直に立ってるみたいな建物なんですけども、浅草にあったんですけど、こういうのがですね、作られたわけですね。当時のですね、版画も残っています。こういう建物がですね、浅草に建てられてですね、こういうのね、えらい多かったみたいです。明治から大正の、なんだろうな、バブル期にはですね、例えば京王閣遊園とかですね、花月園遊園地とかですね、あと、渡月園とか、いろんな有名なものがありました。あと、浅草のですね、奥山風景っていうのは、神社仏閣のデパートというふうに言われて、そこに行けばですね、あらゆる神様、仏様にお参りができるというふうに言われてました。で、小説ではですね、江戸川乱歩がですね、パノラマ島奇譚を書いたり、幽霊島を書いたりとかですね、このような、割と似てるんですよね。明治の末期から大正期にかけて日本にですね、ちょっとバブル期みたいなのが来た時にですね、割とけしからんようなというか神様をないがしろにするようなテーマパークを建ててそこでちょっと変なことが起こるっていうのは江戸川乱歩などもですね書いてた話なんですけど、つまり何が言いたいのかというとですね、千と千尋の神隠しっていうのは実はですね、破棄されたテーマパークですね。ゴーストの住み着いたテーマパークが舞台。9分目ですね。美味しそうな料理を見つけた千尋の両親は、すぐ間違いない千尋の両親は無我夢中になって食べてしまうとですね。で、千尋はですね、嫌な予感がするので食べずに、両親の元を離れて街の中を散策します。このシーンですね。街の中を散策すると。そうすると無人の街ですね。繁華街がどこまでも広がっていて、この提灯が後でいい感じになるんですけども、千尋が立っているのがこの画面の端っこっていうのがいいですよね。
で、あとこの影の位置に注意してください。建物がこうなっていて、で、ほぼもう真上というかですね、ほんのちょっと傾いた位置から太陽が来るんですけども、これが後々のですね、怖いことが起こる伏線になってるんですね。もう無駄がない。こういう無人の商店街を見せるときにわざと主人公を左端に置いといて、影を反対側に落としてですね。で、あくまで明るく怖いことは何も起こってないのに、これから怖いことが起こるよっていうのをですね、画面の反対側で見せるっていう方法ですね。どんどんここから怖い展開になる。階段を登っていくとですね、不思議な建物にあります。立派な松が生えていて、灯籠があってですね、その向こうにですね、赤い欄干の太鼓橋があってですね、この赤い欄干の太鼓橋があって、その向こうにですね、油屋というですね、巨大な、お風呂屋さんが見えますですね。太鼓橋があるのはですね、実用性もあるんでしょうけども、何よりも異世界の入り口、いわゆる神仙思想っていうんですか、中国で1000人が住んでいるところに行く橋は、必ずこの、真ん中が盛り上がった太鼓橋がかかっているという法則があるんでですね、日本の昔のお金持ちがですね、日本庭園作るときに日本庭園って言いながら、日本庭園っていうのは作ってるのはあれ中国の1000人が住んでる神様の土地っていうのを作ってるんですね。だから必ず橋のミニチュアとか置くときはこういう反り返ったですね、太鼓橋を置くんですけど、その太鼓橋の巨大なものがあってですね、その向こうに何か絢爛豪華なものが立っているわけですね。で、11分ですね、15秒ですね。この太鼓橋を渡って、本当は渡っちゃいけないんですよ。そっから先は神様の土地ですから、太鼓橋のをですね、渡ってですね、湯屋の前に行こうとするとですね、白い服を着た少年、白がですね、現れてですね、戻れ！こっから先に行ってはいけないっていうふうに言うんですね。で、これがその白少年なんですけども、戻れ行ってはいけないと画面の正面に向かってちょっと近づきながら言うんですけども、白の後ろの影が急激に伸び始めます。このすごい勢いで夕日が沈んでるから、後ろの橋の影がギューンってすっごい勢いで伸びながら彼が焦っていってる。で、焦って話してるうちに横顔がどんどん赤くなっていって、夕焼けがどんどん迫ってきて、影がどんどん横向きに伸びてるのがわかるんですよね。だからもうね、吸血鬼もののホラー映画なんですよ。ここら辺ね、めちゃくちゃ怖い表現ですよね。油絵がですね、存在するこの神様の世界、千人の世界ではですね、この速度で時間が流れちゃうんですね。ここからわかるんですけどもですね、現実のおよそ10倍です。なんで10倍なのかっていうのは、後で説明しますけども、千尋にとってのですね、実はこの千と千尋の神隠しって4日間の話なんですね。わずか3泊4日の話なんですけどもですね、現実の世界ではその中で1ヶ月ぐらいですね、経ってるんです。1ヶ月以上かな。すごい勢いで時間が流れ始めると。で、さっきのですね、誰もいない街にですね、赤い光が次々と灯ってですね、黒い影が地面からぬーっと生えてくるわけですね。千尋が慌てて、お父さんお母さんって言って逃げて帰ろうとすると、父親と母親はいつの間にかですね、神様のお供え物を食べた罰ですね、もう豚になっているわけですね。さらにですね、暗くなった街にはですね、黒い幽霊のようなものが現れます。この辺うまいですよね。さっきまでのですね、誰もいなかった街にいつの間にか黒い影がぬーっと地面から生えてきて、不安そうに立っている千尋の周りで、その黒い影が動き回ると。で、千尋がもう、両親を置いて逃げようとして、一番最初の階段をですね、降りていったらですね、その階段のところからもですね、黒い影がどんどん歩いてきてしまう。どんどんこれ、ホラー映画になっていくわけです。しかしですね、さっき登ってきた階段を降りたら、途中で水になっていることに気がつく。で、いつの間にかですね、さっきくぐったトンネルですね。そのトンネルは遥か向こうにあって、その向こうに街の明かりが見えていて、で、途中がですね、川というかもう海みたいになってですね、渡れなくなってるんですね。帰れなくなってくると。この辺ですね、すごい絶望的だけど美しい風景です。で、宮崎駿ですね、こういう状況を見せるだけじゃないんですね。もう、こんなの嘘だ、消えてなくなれって言ってたらですね、自分の体が透明になっていくんですよ。で、自分の体が透明になっていって、その向こうにですね、すごい絢爛豪華な渡し船が現れてですね、そこから化け物みたいなものが陸上に上がってくるんですけども、それを見るシーンっていうのが自分の透けたて星なんですね。つまり、千尋はですね、今、私の体が透けていて消えていってしまうと思って恐怖で手を見つめてると、その向こうにですね、光る船が現れるっていうですね、二つの状況ですね。
何が今起こっているのかっていうことと、千尋の体に起こった変化っていうのをですね、同時にワンフレームで見せる、もうめちゃくちゃうまいカットですね。単に説明っぽいですね、なってしまうようなカットにせずにですね、サスペンスとか次の展開がこう盛り込まれている、もう本当にここら辺のコンテは名人芸ですね。で、この船がですね、岸に着くと、中からですね、神様がですね、降りてきて、神様が降りてきて、神様もですね、神様って、特に日本の神様って、見えないんですよ。姿がないんですね。前もですね、いつか説明したと思うんですけども、なんで秋田の生ハゲはですね、あんなお面被って、美濃被ってるのかというと、神様は本来、目に見えない存在なので、その周りを美濃で覆って、お面を被して神様ということにすると。ニューギニアとか、あっちの方でもですね、信じられている B とか P っていうものに近い、いわゆる精霊ですね。だから、千と千尋の神隠しの英語のタイトルがですね、スピリットアウェイになってる。スピリットっていうふうにやってるのは何かっていうと、神様というよりは精霊に近いものなんですね。で、その姿が見えなくて、お面しかないんですけど、ところがそれがですね、この千尋がいるですね、岸に上がってくると体がどんどん実体化して、どんどん本来見えてはいけないはずの神様の姿が見えるようになっていくんですね。この世界っていうのはその神様の世界と人間がいる現実世界のちょうど狭間にあるところなんですね。お化けがどんどん上陸してくるんですけど、この時まだ千尋はですね、神様とわからないですね。お化けだと思ってます。で、千尋は恐怖でうずくまって動けない。そこに白が、さっきの美少年がやってきて、この世界のものを食べさせてくれるんですね。この世界のものを何か食べないと、消えてしまうということで、ようやっと透明になりかけていた体が元に戻ると。さっきの油絵のですね、隣にですね、脇に千尋を連れて行って、ボイラー室にいるですね、かまじいにですね、会って仕事をさせてほしいと頼むんだと。仕事を しない者は湯屋を支配している湯婆婆という魔法使いにですね、動物に変えられてしまうというふうに言われます。ですね。ここまでで16分です。この16分間ものすごい密度で、描写は完全にホラーなんですね。ホラーなんですけども、子供がギリギリ見られるホラーとして作ってる。でもそのホラーの中で欲しいシーン、例えば、やってはいけないことを両親がやってしまって一生懸命止めるんだけども聞いてくれないとか、嫌な予感がするのにそこに入ってしまうとか、まるで吸血鬼物のように、ありえない速度で夕日がさっきまで空高く輝いていた太陽があっという間に夕日になって沈んでいって、街が暗くなって変なものが現れてくるというですね、すごく面白い、そのホラー映画の展開がですね、わずか16分でザーッと目白押しにやってくるんですね。本当にね、これホラー映画として世界最高の面白さだと思うんですけど、あんまり千と千尋ってホラーとして評価されてないんですね。千と千尋最初の謎ですね。14個ある謎のうちのですね、不思議な世界の謎はですね、この不思議な世界ですね。これっていうのは何だったのかと。実はですね、この古代の神聖な場所がバブル時代にテーマパークを作ってしまったですね。おごり高ぶった人間がテーマパークを作ってしまった。そのテーマパークがさらに破棄されたおかげで、いわゆるこのテーマパーク全部が幽霊屋敷になってしまったんですね。それがこの不思議な世界なんですよ。つまりこれってシャイニングなんですね。シャイニングなどのお化け屋敷ものをですね、すごい巨大なフレームに変えたもの。だから、お化け屋敷ものだっていうのを見てる人が気づかないんですね。そうじゃなくて不思議なファンタジーの世界だというふうに思ってるんですけども、導入部の面白さっていうのは何なのかっていうと、実はホラー映画でシャイニングみたいな恐怖もの、お化け屋敷ものなんだけども、それが途中でお化けたちの、気持ちになっているお化けたちと一緒に働くという不思議な展開になっていくわけですね。その世界に入って逃げられなくなった女の子の話です。両親は豚になってしまい、自分の体もですね、どんどん消えていく。どうすればいいと。こんなね、ものすごいホラー映画が、実はこっから先、ちょっと面白いファンタジー映画に変化していくんですね。実はですね、このホラー映画が現実の世界からホラーの世界入っていくんだけど、ファンタジーに変化していくっていうのはですね、元ネタがあります。元ネタはですね、次のコーナーで話しましょう。不思議な世界の謎をやったので、次、湯婆婆の謎です。世間でね、湯婆婆が誤解されているのがもう僕は残念すぎてですね、観客ってね、お客さんって基本的にね、セリフで判断するんですよ。セリフでこの人いい人悪い人って考える。だから、湯婆婆はえげつなくて、残酷で、ゼニーバですね。電車に乗って会いに行く湯婆婆のお姉さんはですね、優しいというふうに考えちゃうんですね。それはセリフだけ見てたら、
まるで湯婆婆はえげつなくて、銭婆いい人みたいに見えるんですよ。で、ありがとうおばあちゃんって言って、千尋もですね、抱きついたりするもんだから、てっきりいい人だと思うんですけども、とんでもない、銭婆の方が100倍怖いよって話は、まあこれ来週します。後半の話になるのでですね、湯婆婆の正体、湯婆婆はですね、魔女です。つまり、もともとは人間なんですね。顔がでかいし、あと鳥に変身するけども、まあまあ、それは魔法でありましてですね。で、油屋というですね、銭湯でですね、たくさんの部下たち、カエルとかですね、あとナメクジみたいな女の人とかですね、と働かせてます。で、この湯婆婆ですね、油屋ですね、実はホワイト企業だというふうに言われてます。ツイッターでもですね、どんな人にも働く意欲があれば仕事を与え、新人に対しても優劣をつけず、手柄があればしっかり褒め、理不尽な客には上司として自ら撃退する、経営者として素晴らしい才能のある魔女っていうふうに言われてます。理不尽な客には上司として自ら撃退するっていうのがこれですね。絵コンテにもですね、ドラゴンボールって書いてあるんですけれどもですね、顔なしにですね、カメハメハを発射するシーンなんですけども、まあ、この辺がですね、千と千尋の遊び心なんですけども、こういうギャグシーンってね、湯婆婆周りで結構多いんですよ。湯婆婆このカメハメハを放った後に全然効かなくてですね、顔なしからですね、泥をかけられて全身泥まみれになるというギャグシーンなんですけども、お客さんあんまり笑わないんですね。それはもうね、ホラーとして作って、この人が怖い人というふうに見えちゃうから、面白くなりようがあんまりないんですよ。で、そこら辺を高畑勲が、客は誰一人笑わなかったっていうふうに言ってですね、宮崎駿にすごい嫌味言うんですけども、まあ結構ギャグやってるわけですね。お客様とて許せぬっていう名台詞を吐きながらこう、お客様とて許せぬっていうのがね、なかなかいい台詞だと思うんですけど。で、その他にですね、ツイッターでもですね、住み込み環境は完全整備、制服と着替えを支給して食事あり、理由ある休みには全然ありで、仕事の開始、始業はですね、札をひっくり返すだけ、タイムカードみたいに始業何分前にいるべきというルールはないと。使用で、就業中も一時抜けても怒られないし、従業員の起点による行動なら認めるというですね、完全なホワイト企業として書かれています。面白いのはですね、これ分数の関係でカットされたんですけども、かまじいと千尋ですね、縁がちを切るシーンのですね、セリフ、結構ね、長いセリフがあるんです。これね、本編でカットされちゃったんですよね。で、このハンコは恐ろしいと。ハンコは魔女の、奴隷のハンコだっていうふうにですね。そうすると千尋が、私もう奴隷かと思ってた。みんななんか奴隷労働させられると思ってたって言うと、かまじいが、俺たちはれっきとした労働者だと。自分で決めてここで働いてるんだよ。フレアにいるのも出ていくのも自由さ。本当の名前を魔女には秘密にしてるからな。っていうふうに言います。つまりこの、自由契約なんですね、実は。これね、もう本当にこのセリフがね、カットされちゃったのが残念なんですけども、実はその湯婆婆って支配してるんではなくて、自由契約でみんなをですね、囲ってると。で、これがですね、まあ湯婆婆のですね、美徳、いわゆる自分のはこういうふうにあらねばならないというプライドなんですけども、しかしですね、この湯婆婆にもですね、欠点があるんですね。人を好きになりすぎるんです。実はね、湯婆婆ね、人情がありすぎて、人を好きになりすぎるのでですね、愛するものを手放せないんですね。例えば、棒っていうですね、赤ちゃんの巨大なやつ、あれはね、わかりやすいんですよ。あれは溺愛してるからだというふうにわかるんですけども、例えばその、白にしてもですね、その千尋にしてもですね、実は割と気に入ってるんですね。セリフでは割とえげつないことを言うんですけどもですね、気に入ってるからですね、千尋がですね、最後の方ですね、ゼニーバに会いに行くと。ゼニーバに会って謝っていくって言って、会いに行ったことを知ったらですね、すごい怒るんですね。何って言って、千尋の両親をなんかもうあの豚をもう食べてしまえっていうふうに怒るんですけども、基本的に愛情が深すぎるからですね、一回気に入った人が自分の元を離れたらですね、すごい許せなくなるんですね。と同時に、白がですね、怪我したらもうそいつは役に立たないよ、捨てておしまいっていうのは、好きな理由はあるんだけども、それは役に立つからとか自分にいいことをしたからすごい気に入るわけですね。でもその人が役に立たなくなってしまったり、自分の元を去ってしまったら、極端に憎んだり、極端にいらないという風になってしまうんですよ。湯婆婆ってそういうすごいね、人間味が強すぎる人、顔がね、悪いんですけどもですね、憎めないというですね。だから油屋で働いてるですね、カエルとか女の人っていうのは、もともと何だったのかと。もともとカエルとかナメクジで人間になったという設定もあるし、そうじゃなくて、全員人間で、
で、湯婆婆のところで働けなくなったらカエルになっちゃうとかナメクジになっちゃうと、そういう設定もあって、矛盾した設定があるんですよね。で、宮崎さんもそれ聞かれるたびに、ちょっとアニメーターに聞かれるたびに違うことを言うんでですね、実はこの設定って公式には統一されてないんですよ。一つ言えるのは、カエルとかナメクジを使うということなんですね。カエルとかナメクジっていうのを昔日本ではですね、一つの呼び名でくくったんですよ。分類学上ですね。日本古来の博物学でですね、本草学というのがあります。本当の本にですね、草。で、学問の学で本草学というんですけども、本草学ではですね、人間と獣で鳥、魚、こういうふうに分けるんですけども、人間、獣、鳥、魚以外のですね、すべての生き物をですね、虫っていうふうに言うんですね。蛇も虫なんですよ。実は蛇。だからマムシって、蛇でマムシっていうのがいるのは、なんでかというと、蛇も虫に分類されるからですね。トカゲでもクモでもですね、昆虫以外、小さい動物っていうのは全て虫というジャンルになっています。つまり、湯婆婆っていうのはですね、何かっていうと、虫をめでる人、虫をめでる姫様なんですね。つまりこれ、ナウシカなんですよ、湯婆婆。ナウシカでありながらですね、その仲間たちを対等に扱い、契約を重んじるわけですね。実は、湯婆婆っていうのは、烏帽子様なんですよ。もののけ姫の烏帽子様が暴君化しちゃった存在なんですね。もともとはナウシカっぽかった人が、周りとなんか戦ううちにですね、自分たちでルールを決めてそれを守らなければいけないと。で、全員に公平にやってるうちは良かったんですよ。若い頃は良かったんだけども、だんだん年を取って、その自分の中で若い頃は抑えていた情熱みたいなものが暴走しちゃって暴君になってしまった、そういう暴君になってしまった烏帽子御前っていうのが実は湯婆婆なんですね。だから湯婆婆っていうのは多分もっと前のもう少し若い頃っていうのはもうちょっと判断もしっかりしてるし、人情家でもあったと思うんですけども、自分が好きになっちゃった人とか自分が好きになってしまった財宝っていうのにとらわれて、以前の人間味っていうのを失われていって嫌われたりですね、恐れられている。ドーラばあさんの未来の姿であると同時にですね、これ何かっていうとね、おそらく宮崎駿から見た鈴木敏夫なんですね。宮崎駿自身かもわからないです。二人ともですね、気に入った人を徹底的にひいきして、で、自分から離れていった人にはすごく冷たくあしらうというので、有名なんですけれどもですね、千と千尋を、読み解くですね、14の謎のですね、湯婆婆の謎なんですけども、宮崎駿のヒロインっていうのは、幼い頃はですね、シータみたいな、すごいいいことして書くんですね。それがナウシカみたいになってきて、自分の中の情熱を持つようになってきて、烏帽子のようにですね、人の上に立つ立派なリーダーになるんですけども、その後ドーラっていう、自分の欲が出てくる存在になって、最後湯婆婆っていうですね、自分の中の欲望と人に対する愛情がもう分かんなくなって暴走していく姿になる。これが宮崎駿のですね、ヒロイン像ですね、の一つのサイクルなんですよ。だから僕らはついつい映画を見てるときは、幼い段階で固定化されて、シータはいつまでもシータのままとかですね、クラリスはいつまでもクラリスのままっていうふうに思ってるんですけど、宮崎駿はですね、自分の中でのキャラクターというのはいつもちゃんと成長していると。だから年を取っている。もののけ姫じゃないや。隣のトトロの時のサツキとメイももう僕の中ではもう30過ぎたおばさんになっててっていうのをよく語ってるんですけど、ちゃんとこういうふうにキャラクターがね、進化していくっていうのが面白いところだと思います。正義感が強くですね、湯婆婆っていうのはですね、逆に面倒見が良くてですね、約束は守ると。でも、その代わり、周りの人をですね、つい好きになったり頼ったりしてしまって、信じられなくなってですね。で、一人になるのを怖がる。どんどん暴君化していくですね。これが宮崎駿のですね、ヒロインの進化論だというふうに思います。で、来週はね、かなり怖い千と千尋っていうね、この後ろ半分がね、割と怖い話になると思うんですよね。で、そっちの方ですね、来週やると思います。ゼニーバとかね、ハクとかね、あと最後、なんで振り向いてはいけないと言ったのかっていうのはね、なかなかそうなんですよね。割とね、怖い話なんですけどもですね。なんかね、今ちょっとコメントに流れたんですけども、売春不説、売春宿説っていうのもありましたね。それね、来週になると思います。でね、売春宿説っていうのは僕は前々からですね、宮崎駿の出したフェイクだと思ってるんですね。これやっとけば、評論家たちは、これはなんかソープランドのことだとかキャバクラのことだっていうふうに思うだろうって言って、まんまと、もうかなりの人が引っかかっちゃったやつなんですけども、もし宮崎駿がそれをテーマで考えたらそんなことを喋るはずがないんですよね。なのでちょっとそこら辺は多分来週になると思いますけど、やってみたいと思います。
はい、お疲れ様でした。無料版はここまでです。アップグレード情報なんですけども、投稿フォームからですね、山芋さんからですね、お便りをいただいてます。私の友人女性はですね、猛烈な湯婆婆萌えです。かまじいの持っているですね、ゼニーバの場所へ行ける切符の回数券を怪しい。昔は通っていたのではないかと言ったりですね、あの女は怖いぞというかまじいのセリフから、かまじいゼニーバ・湯婆婆の三角関係を疑っていると10年ほど前からずっと友人に話されたとき、衝撃を受けましたと。優秀な姉、ゼニーバにコンプレックスを持っている湯婆婆は、かまじいを寝取って棒を生んだのではないかというのが彼女の見解でした。確かになと思いつつ、ずっと真偽の確かめようがなかったのですが、岡田さんの千と千尋の解説動画をすべて見て、やはりかまじいとゼニーバの間には何か恋愛関係があったのかもしれないと思いました。岡田さんの動画を見た後、友達に、その友人にですね、湯婆婆は本当は愛情深くて優しい人らしいよと伝えると、知ってるよと返ってきて、彼女の湯婆婆愛はとても深いなと思いました。岡田さんは、坊の父親はかまじいだと思いますか？なかなかね、衝撃的な仮説ですね。僕はですね、湯婆婆とゼニーバの関係というのは、ハウルにおけるですね、荒地の魔女と、サリマン先生の関係ですね。これに似てるというふうに思ってるんですね。で、その意味では、この二人にとってのハウルっていう存在がですね、棒であり、同時に白であるって考えなんですよ。で、千尋っていうのはソフィーの役割なんじゃないかなと。宮崎アニメっていうのはですね、キャラクターや設定が歌舞伎でいうですね、趣向であって時代や演目によってですね、変化するんですね。しかしですね、その根本のですね、キャラとか物語の構造っていうのは実はね、宮崎アニメって数種類しかないんですよ。僕なりの見てきた結果なんですけどもですね。だから宮崎駿の天才性っていうのはその数種類しかない物語の構造を無限のね、想像力というアレンジ能力ですね。それでいくらでも目新しい新作の映画にですね、見せて作れるというところだと思うんですね。そこが宮崎駿の一番すごいところだと思います。しかしですね、ここでですね、出てきた坊の父親がかまじいというのは、これね、僕も思いつかなかったのですね。いずれですね、次にですね、千と千尋の神隠し、検証するときにですね、ちょっと調べて考えてみたいと思います。お楽しみに。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。